前回、タイの最北の町、メーサーイへ行き、タイとミャンマーの国境地を見てきました。そのメーサーイから30キロほど東へ進むと、タイとラオスとミャンマーの国境が交わる三国国境地、通称黄金の三角地帯、ゴールデントライアングルという場所があります。今回はそのゴールデントライアングルへ向かうのですが、私が一番気になっている場所があり、その場所は三国国境地のラオス側の経済特区エリアです。ご存知の方も多いと思いますが、そもそもこのエリアは東南アジア最大の犯罪の温床地。とりわけ大麻の栽培や覚醒剤の製造拠点、人身売買などが歴史的に盛んに行われてきた場所です。その中でラオス側の町はここ最近、中国政府が99年間の契約で事実上の租借地として支配し、リゾート開発やカジノ場の建設、高級ホテルの建設、中国人の移住などを進めてきた場所です。今話した通り、このエリアは地政学上かなり闇の深い歴史的背景を抱えております。現在、まるでラオスではないような景色がその経済特区には広がっていると聞いたので、その景色や雰囲気を実際に見に行ってみようと思います。今回の動画では実際にゴールデントライアングルまで足を運び、ラオス側に入国し、街の様子を見てきます。ぜひ最後までご覧ください。おはようございます。前回タイの最北地メイサンに行きまして、そこでミャンマーとの国境をね、見に行く動画をアップしていると思いますが、その続きになります。今私はチェンライにおりまして、チェンライのホテルを今からチェックアウトして車でゴールデントライアングルという場所に行きます。そこはね、結構有名なんですけども、三国国境地帯となっておりまして、タイとミャンマー、そしてラオスがね、交わってる場所があるんですよね。これは多分もしかしたらね、皆さん、視聴者の方でね、旅好きの人は行かれてるかと思います。で、私のチャンネルね、今結構国境をネタにすることが多くて、北朝鮮、中国、ロシアの、交わるね、三国国境っていうのを、動画に取り上げてはいるんですけども、大変反響があったんですけど、今回行くね、三国国境、一応三国国境ではあるんですけども、今までだったらね、そんなにややこしいことはなかったんですけども、今回ね、皆さんもニュースで見てる通り、国際的な犯罪組織がだいぶ悪いことしてますよね。で、日本政府も多分動き出してて、世界中いろんなね、政府機関が動いてると思うんですが、今注目されてるその犯罪組織の拠点がですね、近辺にあるわけですよ。川沿いの国境のところにずっとありまして、日本人もね、拉致されてしまったりとか、外国人の人も拉致されたりとか、結構その犯罪の温床みたいになってて、治安がいいかどうかはわかりません。で、一応今回そこもね、見に行こうかなと思っておりまして、で、今のところの計画ではラオスに、その川をね、渡っていけますので、そちらにもちょっと潜入してみようかなとは思っております。本当はね、前回の動画の最後にも言ったかもしれないですけど、泊まりたいホテルがあって、ラオス側のところにね、国境沿いの。ただね、予約ができなかったんですよ。そのサイトとか、その方法が、手段がなかったです。なんで今一応仮でタイ側の国境のところの、安いホテルを押さえてありますので、とりあえず今から車でそちらに行って荷物を預けて、で、最悪ラオス側に入って、その日ホテル泊まれるなら、そっちでね、宿泊して、今、タイ側のやつを捨てて、とかそういうこと考えながら、ちょっと探りながら行ってみたいと思います。3日間お世話になったメリディアンチェンライ、素晴らしいホテルでしたね。チェンライのホテルを出発して1時間ぐらい走ったところに今降りたんですけども、自分のちょっと降りる場所が間違えましてホテルまでここからまで10キロぐらいありました。今どうしようか考えております。で、この奥に見えてる川の向こうがもうこっちは多分ミャンマーだと思いますね。はい。で、こっちが奥がラオスかな。ちょっととりあえずタクシーいないからな。グラブもボルトも捕まらないですね。どうしよう。10キロ歩くのは無理だな。スーツケース持って。やばいな。全然タクシーもトゥクトゥクも通らないな。売宅はいるけどな。こういう時スーツケースあると不利ですよね。どうしてもちょっとホテルに行って荷物預けないと行動できないんで。で、あと、この川を渡るためのイミグレーションがね、18時で閉まるらしいんですよね。なんで、あんま時間がない。どうしようかな。はい、奇跡的に今グラブが捕まりました。ボルトもグラブもね、全然捕まらないってネットには書いてあったんですけど、グラブはなんとか使えるんだ。非常に台数は少ないですけどね。
よかったよかった。路頭に迷うとこだった。タクシー全くいないもん。ということで今日1泊だけする川沿いのローカルホテル今到着しました。よかったよかった。多分まだね部屋には入れないですけど、荷物だけ預けれればいいんで、1泊ね4000円ぐらいですね。それじゃあチェックイン終わりました。202の部屋ですね。もうね部屋に入れてくれるそうです。ということで部屋に入りました。こんな感じですね。はい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 。まあ、1泊4000円朝食なしの部屋がこんな感じですね。すごい懐かしいな、この薄型じゃないタイプのテレビ。お水もありまして、多分ね明らかにね中国人の人たちが多いんですよ、泊まりに来るのが。だから結構中国語で書いてある。でトイレとシャワー一応分かれてますけど、はい、洗面台もあります。ちょっと下水臭いですね。まあ今日1泊だけなんで十分じゃないでしょうか。エアコンもちゃんとついてるし、でバルコニーもあって、このバルコニーではタバコが吸えると言ってました。はい、ということで今朝の10時半なんですけどね、こんな感じで部屋に入れてくれたんで、はい、もう感謝しかないですね。おばちゃんめちゃくちゃいい人だった。明日こちらのホテルからチェンライ空港ですね、私が到着した空港にちょっと行かないといけないんで、明日タイをね出国するんですよね。でグラブがやっぱ全然捕まんないから、大体ホテルってタクシーの営業やってるじゃないですか。だから聞いてみたら予約できるって言われたんで、もう頼みました。さっき明日の朝10時に迎えに来てもらうように。ただやっぱ高いね。グラブだとここまで来るのに600バーツぐらいだったんですけども、タクシーは片道で1200バーツですね。まあしょうがない、これはもう払うしかないからね。しかも現金ですから。あと今ねおばちゃんに聞いて、でこの川を越えてラオスの方に今からね行きたいっていう話をして、そしたら教えてくれました。いろいろとね、もう周りにいっぱいボートのね業者あるから、それに話しかければ大体行けるみたいな感じで言ってました。ただねおばちゃんが言うには、今から行こうとしてるそのラオスの街、そこねあんまやることないよみたいな、カジノぐらいしかみたいなことは言ってたの。2時間あればいいんじゃないみたいな話をされたんですけど、実際ちょっと行ってみないと分かんないんで、行ってみようと思っております。まだね本題を話してなかったと思うんですけど、なんでわざわざここに来たかっていうと、三国国境地帯でねそこにも行くんですけど、面白いのがこの反対側、川を越えたメコン川の反対側が、ラオスの、領土なんですけども、そちらのラオス側のところがもう中国に乗っ取られてしまったかのような、中国の人たち、企業がブワーって今急速に経済特区でね入ってきてまして、でそこで結構ねなんかいろいろ問題があるっていう話で、タイ人は基本的にギャンブル国内にできませんので、タイの人たちもラオスとかミャンマーとかカンボジアのカジノのあるホテルとかに行って、日帰りで帰ってきたり泊まったりするみたいなんで、ここも全くそうなんですよ。でそういうの有名なちょっとねホテルがあるんで、そちらにも行ってみて、そのラオスに突然現れたチャイナタウンみたいなところも見てこれればなと思っております。それではね今日1日しかありませんので、サクサク行こうと思います。今日1日でラオスにも行って戻ってこないといけないんで、はい。で今ね、ホテル入り口なんですけど、ここから歩いて5分ぐらいの場所にゴールデントライアングル公園っていうのがあります。そこがちょうど三国のミャンマー、ラオス、タイの重なったモニュメントとかがあるんで、それをまず見てから最後というかその次ねボートに乗って出国しようと思います。国境の街って感じはする。確かに意外とねなんかこう川沿いっていうか、この境目のところにお店はそこそこある。セブンイレブンとかも普通にありましたね。いいなこの三国 T シャツこんなん着る人いるんかな。普通にいろんなところで売ってるわ、この三国 T シャツ。ゴールデントライアングル T シャツってやつ。あれでもよく見たらチャイナ入ってるわ。やっぱりそういうことか。先が公園なんですよ、三国国境の。そこにセブンイレブンあるから、これが多分ね三国国境に一番近いタイのセブンイレブンだ。ここがもうあれかな、三国国境公園ゴールデントライアングルパークってやつですね。初めて来た。有名ですよね。両替屋もありますね。今から行くねラオスの方は、ラオスって通貨キープなんですけど、
なんか中国元使えるらしいんですよね、そのまま。で、多分バーツも使えるから、まあ、両替は必要ないかなと。ラオスのね、キープは本当に、崩しちゃうと、紙くずみたいになっちゃうんで、あんまりしたくないんですよね。さすが、有名な観光地だけあって、人がいっぱいいますわ。確かに、タイっぽいですね、ここまでは。向こうに行くと一気に変わるんでしょうね。YouTuber ですね。YouTuber だ。間違いなく。はい。この後この川をね、メコン川を渡っていきます。ここです、これ。これがね、見たかったんですよ。おー、すごい。久しぶりの三国国境だ。ちょうど分かりやすく多分説明できるところだな、ここは。はい。これがメコン川なんですよ。で、今私がいる方がタイ。で、真ん中の中州みたいになってるところ、あそこはもうミャンマーです。で、この川よりこっちが、ラオス。で、この後行こうと思ってるところで、あそこだけね、ラオス側だけ異常にビルとかが建ってて発展してるんですよ。で、あそこにいっぱいね、チャイナ資本が入ってたりとか、チャイナタウンがあったりとかしてて、ミャンマーの方にも多分行こうと思えば行けるのかもしれないけど、今は日本人はね、昨日行ったんですけど、明細ですね、タイ最北の地の国境行ったんですけどダメだったんで多分入れないですね。はい、こんな感じ。ここはねやっぱり有名なんでね、比較的簡単に来れます。以前私が行った北朝鮮、中国、ロシアの国境に比べればね、まあ、より安全でしょう、こっちの方が。ただ今この辺はかなりシビアな状況ですよね。国際犯罪組織が、特にラオスとかミャンマーの方でいろいろなんかやってるんですよね。拉致されて連れてかれたりとか、まあ、タイ側であればまだ日本人は安全かなと思いますけど。いやー、来れたな、すごい。この三国国境のモニュメントには裏が ASEAN になってますね。こっち側はやっぱりこんな感じなんだけど、いいですね。国境ロマンがありますね。似顔絵を描いてくれるなんか商売の人がいますけど、なぜか日の丸が書いてあります。とりあえず三国国境見れたんで大満足です。とりあえず今からボートでラオスに行く手段を見つけます。さっきの公園のところにいっぱいなんか営業してる人たちがいたから、まあ言えば乗れるでしょう。正直ちょっと怖いんだよね、最近のああいうニュース見てると。ラオスの方でなんかならないか。はい、これ分かりやすいですね、この図が。このカジノにちょっと行ってみようかなとは思ってます。いっぱい人がいるな。ここで申し込んでんのかな。このトゥクトゥクあれだ、タイとミャンマーの国旗が書いてある。今ね、ツアー会社の人に聞いたら、まあ、往復で600バーツだって言われたんですよ。で、自分が調べた情報だとそんな高くないんだよね。で、渡し船みたいなのに乗って行くっていう感じのイメージだったんですよ。あれツアーっていうか、多分違法にやってんのかな。イミグレーションとかどうしてんだろう。なんかさっきもなんか、ね、ホテルの人言ってたんだよね。その辺の人に頼んだらすぐ行けるって。だけどあれだよね、ちゃんとイミグレーション通ってその渡し船みたいなので移動するっていうのがやらないとそれで行ってる人たちはね、ほんと数百円で行ってたんですよ。今ネットで調べたらやっぱり渡し船みたいなやつでただ往復するだけってやつがあったんで、それが多分一番安くて無駄がないかなと思います。ああいうツアーみたいなやつだとすごい高いんでしょうね。勝手にそのツアーみたいなやつを紹介されるんだ。多分この辺から乗るんだと思うけどな。はい、それで今ツアー会社の人に聞いたら、やっぱここはそのツアーで行くボートの場所だから、個人でちゃんと正式にパスポートスタンプをして行くイミグレーションはここから200メートルぐらいのところで、あるみたいなんで、もうそこに行きます。丁寧に教えてくれました。ってことはやっぱみんなツアーでやってる人たちは何なんだろうね。ノースタンプで行く場合とスタンプがいる場合とどっちだって絶対聞いてくるんですけど、ラオス側に入らなければスタンプがいらないってことかな。上陸しなければどうなんでしょうか。それかタイ人とかそういう人たちはいらないのかな。いらないのかもしれないね、ラオスに入るのは。
もしかしたらパスポートとかいるよね。どっちなんだろう。マッサージ屋さんも何軒かあるな。しかもホテルの近くに。ラオスから戻ってきたら行こうと思います。多分ね、今日向こうのホテル泊まれないんだよね。一か八かで泊まれたら泊まってみたいなと思ってるんですよ。その中国資本で作ったカジノ上にあるホテルに。いろいろ規制があって無理そうだな。さすがタイですね。これ何にもないところでもちゃんとおしゃれなカフェありますね。はい、ありました。ゴールデントライアングルイミグレーションチェックポイントって書いてありますね。はい、こっちですね。やっぱ正規の方だとあんな600バーツとかではないだと思うし、でもなんかビザランの関係で陸路の場合はなんか行ってすぐ戻ってくるみたいななんか言われるとか聞いたことあるけど大丈夫なんかな。すごいな、これでイミグレーションなんだ。すげえ小屋みたいなところです。ということでちょっとイミグレーションはね撮影できなかったんですけど、普通に中の小屋みたいなところでパスポートチェックと指紋とあって、でもう今出国しました。でこの船がねやっぱ100バーツ400円ぐらいかな。全然値段が違うわ。で今から出国の船乗りますけど、これは濡れるじゃんこれ。うわ怖っ。あ、俺待ちらしい。やばい。ということで出港しました。バイバイ。ちょっと世話しなくて全然うまく動画撮れなかったんですけど、もう今ラオスに向かっております。うわこれ一番前だから濡れるなこれ。最悪。席がここしか空いてなかったんですよね。川はめちゃくちゃ汚い。おー結構早い。うわすごいな。でこの後このままラオスイミグレーションを受けてラオスに入ります。次乗るときは帰りは後ろに乗りたいです。水しぶきが口に入ったらお腹壊しそう。アフリカの時のサファリ以来かな。さっきのねツアー600バーツだったから6分の1ですよ。これ渡るだけでいいですからね。別に観光案内いらないですからね。早い。メコン川はこんな巨大なんですね。結構流れ速いし深そうですね。この先多分イミグレーションすぐ入るんで一旦撮影止めます。ということでラオスの入国完了いたしました。特に書類とかも書かなくていいです。パスポートだけですね。ただね入国税っていうことで100バーツ入国税なのかな、100バーツ取られました。タイの通貨で大丈夫ですね。なので今ボートで100バーツで入るときに100バーツなんで200バーツ800円、1000円ぐらいかかるって感じですね。ちまちま金取りますね。ラオスは人生2度目の入国ですね。でこれからチャイナタウンの方新しくできたと、あとカジノのホテルね行ってみようと思います。ということで移動手段がね全くないですよね。なんでタクシーで行くんですけど、中国人のタクシーの人たちがいっぱいいて、もう今すでに声かけられましたけど、中国元が多分使えるんで乗ってみますか。そのカジノの街に行こうと思います。ラオス人じゃなくても本当中国人が支配してるんだね。はい、ということで中国人タクシー乗りましたけど、タクシーの仕様が中国式ですね。パターンで倒すやつで、支払いはバーツでも中国元でもドルでもいいそうです。でカジノまでは2キロぐらいです。すげえ不思議な感じだな。ラオスじゃないじゃん。もう一応ね国としてはラオスだけど、道とかがすごい整備されてますね。動画で撮ることはできなかったんですけど、ラオス側のイミグレーションかなり綺麗でした。空港みたいになってました。タイの方はね全然もう汚かったんですよ。窓口も3つぐらいしかなくて、待合とかあとエアコンもなかったですし、ラオス側の方がかなり綺麗だったんですけど、多分中国がお金出してますよね。ラオスは全然お金ないはずなんで。あとちなみに知らない人のために言っておきますけど、ラオスはね社会主義国家ですね。はい、先ほどのイミグレーションから
タクシーで5分ぐらい走ったところです。全然もう別世界、すごいなこれ。これ今カジノの入り口なんですけど、これホテルですね。すごいな。こんな感じ。こんなビル建ってないもんね、タイ側。まだ建設中のもあるし、テーマパークみたいになってますね。この建物すごくないですか。これ有名なカジノなんですけど、とりあえず先ほど私がね通ってきた国境ですね、ボートで渡るやつ、あれが18時で終わっちゃうんですよね。それまでに絶対に戻らないと帰れなくなってしまうんで、はい、まあ、そんな長くはいませんけどね、一旦ちょっとカジノの中入ってみて、ちょっと様子見てきます。でその後この街を歩いて、まあ、昼飯ぐらいなんか食いましょうか。とりあえずちょっとすごいとこに来たなって感じがします。すごいもう金ピカすぎて目がチカチカする。まあ今のところ大丈夫そうだけどな。ここで拘束されたりなんか拉致られると怖いんで、実際に多分起きてると思います、こういうとこでも。でこういろんなこの辺でね働かされてるんですよ、閉じ込められて。摘発は多分だいぶされたと思う。今ですねホテルの中入ったんですけど、もちろんですねカジノは撮影できないんで、多分このフロントだけになります。で今フロントのお姉ちゃんにね宿泊今日できるのかって聞いたら、まずねカジノのメンバーカードを作らないと外国人ダメだって言われて、でそれは誰かの紹介があるのかって言われたんですよ。でないって言ったらなんか誰かに聞きに行って、で今日はちょっと宿泊多分できないと思うっていう風に英語でね答えてくれました。なんでやっぱり泊まれないのかな、誰かの紹介とか、そのカジノでいっぱい使わないと。お金持ちの人とか中国人じゃないと泊まれない感じなのかなっていう感じでした。わかんないです、これが正解かどうか。はい、カジノは普通にできます。はい、でメンバーズカード作らなくてもゲームはすることができるらしいです。なんで今からちょっと行ってこようと思います。ちなみにねロビーでタバコ吸うことができます。完全にね匂いも雰囲気も中にいる人も中国人しかいないって感じ。ラオスの人いないよ。お店の感じとかも中国っぽいですね。はい、だからこのエリアしか入れないですよ多分私は。あと中に入ってるレストランとかそんな感じですね。この上は全部多分カードキーがないと入れないのかな。カジノエリアは入れるけど、結構なんか秘匿性の高いことをやってるんじゃないかな。これでですね今カジノをやってきました。で、結果から言うと勝ったんですけど、そんな大勝ちはしてないですけど、結構ねなんか面倒くさいシステムでした。具体的に話すと大体カジノってね、主要通貨使えるじゃないですか。例えばドル、ユーロ、円でシンガポールドルとか、あと中国元とかで、確かに中国元は使えるんですけど、タイバーツと中国元だけだったんですよね。だからドルと円使えないんですよ。で一応私ドルはね両替して持ってきてて、で元持ってるんですけど今ホテル置いてきちゃってて、でタイバーツでちょっとねかけて遊んだんですけど、昼ご飯ぐらいは食べれるぐらいは買ったんですけど、お試しでやってみてね。だから中国人向けですよほとんど。あとタイ人が来てねゲームやるぐらいの。タイ人全然いなかったです。ほぼ中国人でガラガラだって言ってたんですけど、すごい混んでました。カジノの中中国人ばっかりで、皆さんねテーブルゲームも全部一通り揃ってて、規模はすごいでかかったです。中すごい綺麗でした。はい、でフリードリンクとかあったりとかもしてましたけど、カジノの感じは普通のインチョンとかね他の国のカジノと変わんないと思いますけど、マカオとか。ただねちょっと異質な感じはすごいある。で中国語しか聞こえない。なんで日本人の私がいるとね、なんか囲まれてるというか、スタッフの人がすごい見てるんですよね俺のことを。なんかやべえなってちょっと思いましたね。別に愛想はいいですよ。だから横でずっとね見てるんですよ俺のやってるの。だから勝った時もなんかおめでとうとか言ってくれるんですけど、だけど気が散ってね全然集中できなかった。あとはこちらカジノの上がねホテルなんですけど、ここにちょっと泊まってみたかったんですけど、やっぱりさっきね説明した通りダメだったっていうことで、部屋は絶対空いてると思うんだけどね、今日は無理っていう風に言われちゃいました。多分ずっと無理ですよ。なんか紹介とかメンバーズカードがないと。俺はそういう風に思いました。今そういう風に一応自分はそのように説明を受けましたけど、どれが正解なのかも分かんないし、あとスタッフの人ね中国人仕様なんで英語とかも結構通じないんですよね。だから意思疎通もすごい大変だなと思いましたね。ラオス人の人もいるとは思うけど、かなり異質だわここ。平日ですけどね全然人が歩いてない。
やってんのかなっていうレベルですね。一応散策してみますか。はい、あとねこうやって歩いてると中国タクシーがクラクション鳴らしてね誘ってきますね。結構鬱陶しいぐらい。これすごいな。人がいないからなんかすげえおかしな感じに見えるこういったカジノとかね、IR リゾート系でしたっけ、外資の高級ホテルね、マリオットとかヒルトンとか IHG とか大体混ざってくるじゃないですか。一つもないですからね。全部チャイナ系のホテルですね。完全に中国ですね。雰囲気がホテルの中でものすごく中国感を感じましたね。すごいね。もうこれ完全に中華街のもんですね。なんか中華街みたいになってる。ちょっと中に入っていきましょう。できれば何か食べたいけど中国元持ってきてないんだよな。ホテルに行けばあったけどミスりましたね。重慶火鍋のお店。ラオス料理ないのかな。完全にもうすごいことになってるな。おお、すごい。ケンタッキーがある。ラオスってケンタッキーあったっけ。誰もいない。一通り今中華街歩きました。でまあね、中華料理のお店なんですけど入ったんですよ、さっきね。そしたらね、中国元しか支払いがダメということで、まあ最悪あとラオスキープでもいいよって言われたけど、タイバーツもドルも円ももちろんねダメで、クレジットカードも使えなかったです。中国のクレジットカードなら使えるらしいですもう完全に中国だねだから多分他のお店もそうでしょう。聞くのも面倒くさくなってもう飯食うのやめようかなと思ってますけど、ケンタッキーとかいけるかなと思ったけど多分あれも同じだな。元で払うって感じだと思う。スターバックスとかもないもんね。ケンタッキーが唯一西側のチェーンかなって感じはするけどマックもないですね。もともとラオスマックないと思います。ロッテリアが確かあって去年だから行きましたけど、あと北朝鮮レストランとかね。なぜかねちらほらインド人がいますね。インド人なのかあっちの方の人たちですよ。ネパールなのか分かんないけど多分インド人だと思う。こんなにガラガラなの気持ち悪いですね。本当にゴーストタウンですよ。先ほどのカジノホテルの目の前に、こういったなんか偽ディズニーランドみたいなのがあるんですけど、テーマパークかと思ったんですけど何にも入ってないんですね。営業とかそういう問題じゃなくて何も入ってない。さっき見たんですよ、あっちの方とかお店とか閉まってるんじゃなくて何も入ってないですそりゃ人いないよね何のためにこれ作ったんだろう。こんな広いのに。チャイナタウンがねちょうど向こう側にあって、さっき歩いてきてこう来たんですけど、あっちはねお店あったんですよ。でやってた人は全然いなかったけど、こっちはもう何にもない。ただの建物だけ。この辺もね全部建物だけね、何にもないです営業もしてないこのホテルの中は確かにすごかった。すごい綺麗だったけど。で今タワマンもうバリバリ建ててるって感じですかね。はい、もう特にじゃあもう見るもんないですね、この周り。日本のニュースではミャンマーとねタイの国境沿い、川沿いとかでいろいろ国際的な犯罪組織のね、拠点になってるって言ってるんですけど、ラオスもまあまあね関与してるんですよね。ちょっとどうなるか分かんないんでもう見るもんないからこれですぐにタイの方に戻ろうと思います。今聞いたらこの無料のカートみたいのがあって、これイミグレーションまで行くらしいんで、このカジノホテルとの間を往復してるみたいで、これ乗ればタクシー乗る必要ないですね。ラッキー、乗れました。タイ人の人が乗ってますね、中国人以外に。初めてこっちでタイ人見ました。はい、無料で来れました。よかったよかった。この人たちみんな行くみたいですね。タイの方に戻るみたいなんで流れでついていきましょう。それではラオス出国します。ということでラオス出国完了しました。
それで近くにいたタイ人のおばちゃんがなんかチケットをねくれたんだよ。そうこの乗船券を100バーツだやつだけどありがたい、すげえ優しい。なんで行きはねすごいちっちゃいボロ船みたいなやつで来てちょっと濡れたんですけども、帰りはこのちょっといい船になりました。しかもおばちゃんチケットくれたもんな。めちゃくちゃ優しくないですか。今ずっとエスコートしてくれて、タイ人の方なんですけども、まあ、エスコートといっても横にいるだけですけどね、特に何も関与はしてこないんですけど、俺にくっついてきてくれました。違いました、この船じゃなくこっちのちっちゃいやつだ。まあいいや、何でもいいや。よくわかんないけどおばちゃんたちの船で戻ります。しかも水もくれました。めちゃくちゃ優しいわ。横の人もそうですね。一族なのか家族なのか、はい、ビデオ映していいよと言われたから映してますけど、この人たちみんな多分家族なのかな。で今なんかなんで日帰りで来ないのみたいなことを言われましたけど、この町に泊まっても何にもないよみたいなことを言われて、確かにもう今ほとんど大事なとこ取ったから信来に戻ってもいいかなって気もしちゃいました。でもタクシー予約しちゃったしな。はい、タイ側の場所に戻ってきました。今からイミグレーションですね。またこの濡れそうになるやつ、怖い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 。おお怖い。はい、この先撮影できないんで行ってきます。ということで秘宝です。というかすごい久しぶりなことが起きました。というのもね、今別室に行きましてイミグレーションで引っかかりました。30分ぐらいちょっと今時間かけて取り調べみたいになりまして、やっぱりね行く前に思ってた通りのビザランをさせないみたいなあるんですよ。日数を稼ぐために、滞在日数を稼ぐために、残りの、いていい日にちって決まってるじゃないですか。今日本人60日だと思いますけど、59日目ぐらいに一度出国してまた戻ってこればリセットされて60日入れるっていう、そうすると120日ですよね。4ヶ月とか入れるわけじゃないですか。それを防止するために多分厳しくしてるんですよ。多分他の国でも多分そうだと思うんですけど、で自分の場合は1週間2週間3週間ぐらいですよね、いても。で、ビザラン目的ではないんですけど、もちろん疑われまして、あとタイの入国回数がやっぱ多いのでいろいろ話を聞きたいってなってしまいました。やっぱり陸路の方が厳しいかもしれないね。別にやましいこともないですし、淡々とね答えるだけなんですけど、どこのホテルに泊まってるんだとか、あと昨日までどこにいたんだとか、そういうの答えてて、でさっきボートのチケットをねくれた人が、おばちゃんがね待っててくれたんですよ。俺だけ出てこないから。でそれを多分ここ緩いじゃないですか。中に入ってきたんですよね、おばちゃんが入ってきて、タイ人のおばちゃんがで俺が取り調べしてるところ、窓開いてたんですよ。だからそれをタイ語でわーわー言ってて、で多分この日本人はそういうことじゃなく、ただ短期で来てるだけっていう風に多分言ってくれたんですよね。それで一応入国審査官がおじさんだったんですけども、おじさんが笑い出してて、おじさんとおばさんが喋ってる状態だけになって、私ずっとどうすればいいんだっていう感じで待ってて、そしたらおじさんがもう俺のパスポートこうやってポンと置いて「いいよ」って言って入れてくれました。なんで出国する時にまた言われるかもしれませんね、空港で。今いる場所はね超田舎なんで、イミグレーションのスタッフの人もねあんまり英語も単語ぐらいしか分かんないというか、俺もそうなんですけど、会話が難かったんですよね。だから Google 翻訳使ってやろうかなっていうレベルだったんですけど、おばちゃんが割って入ってきて俺のこと全部言ってくれたんで、俺の情報知らないのにね。それでずっとねマイフレンドって言ってくれて泣きそうになりましたいや、なんでそんな優しくしてくれるんだろうね。日本人って一応言ったけど「おージャパニーズありがとうございます」みたいな、よくあるパターンの会話しかしてないんですけど、すげえ守ってくれたな。やっぱ旅先で自分って恵まれる率が高い気がする。100バーツくれたから、100バーツさっきね待っててくれたから渡したんだけど、いらないって言ってそのままおばちゃんバイバーイって言って帰ってっちゃったんで、いやーほっこりしますね
泣きそうでも結局こうやってね久しぶりに別室連れてかれたんでちょっとねビビりましたけど、タイなら大丈夫だろうなと思ってね気持ちに余裕は多少ありましたけど、ロシアとかに比べれば。あとやっぱり国際犯罪の今組織のあれをやってるじゃないですか。だからだと思うね、厳しいわ。いろいろ陸路は多分厳しいと思いますけど、今タイはねそんなことがありまして、今なんとかタイに戻ってきました。とりあえずもうなんだかんだで疲れちゃったんで、ホテル行く前にまだ飯も食ってないな。そんなお腹空いてないな。ちょっとマッサージ行きますか。ということで適当に今フットマッサージのお店入りました。1時間250バーツでした。いやー、マッサージめちゃめちゃ気持ちよかった。かなりうまかったですね。これで250バーツは安いな。いやー、すっきりした。とりあえずホテルの方向に向かって戻っていきますか。はい、ということでホテルに戻ってきてちょっと休憩してました。今から晩ご飯食べに行きます。ホテルの敷地にあるレストランで晩ご飯食べようと思ってたんですけど、閉まってますね。さっきまでやってたのに。食べるとこどうしようかな。ゴールデントライアングル公園の近くのこういう屋台通りというか屋台が集まってるところしか食べるとこないな。ほとんどもうお店閉まってるな。もう終わりだそうです。一部やってるけどマジか。じゃあ何にも食べるとこないな。もう今日は諦めてセブンイレブンでなんか買って食べます。はい、とりあえず晩ご飯買いました。さすがに今日昼抜きだったんでお腹空いてるんですけど、そうだよね、バンコクと違って田舎だから店は早く閉まっちゃうよね。夜やらない店とかザラにあるんだね。ということで今日の晩ご飯、昼も兼用なんですけど、セブンイレブンで買ってきたエビチャーハンとなんかバーガーみたいなやつと、よくセブンイレブンで売ってて俺も大好きなホットサンドですかね。はい。特に紹介するあれもないんですけど一応取っておきます。はい、これも食べて終わりです今日は。はい、このホテル1泊4000円なんですけど、タイだったらもうちょっと安いとこあるかなって感じはするんですが、スタッフの人も良くていいんですよ。エアコンもちゃんと使えるし。ただね、結構虫とかがいる。さっきもドア開けたらわーって動くから何かと思ったらヤモリとかだったし、多分部屋に入ってきそうですね。蚊にもすごい刺されるんで今虫除け塗りましたけど、やっぱしょうがないね、田舎だとね。でドライヤーとかもないですね。で食べるところも周りになかったんで、これまだまだタイの田舎はこんな感じですよね。はい、もうあまりにお腹空いたんでホットサンドいただきます。結構ね、このセブンイレブンのチャーハン、日本人の人がなんかに人気があるイメージがありますね。駐在の人とかタイよく来る人とか。これいくらだったっけな。これ40バーツぐらいだったと思いますけど結構安いんですよね。飛び抜けてうまいかって言われたら微妙ですけど普通にうまい。ということで今回の動画の総括なんですが、はい、おそらくほとんどのね日本人は、昔は簡単に行けたかもしれませんが、現在ミャンマーにねもうやすやすと陸路で入ることができませんので、ここに来てもですね、ラオスとタイの往復ぐらいしかできないと思いますが、あとは話題になってる国際犯罪集団の、なんちゃらってやつですよね。人身売買とか麻薬とか、その、犯罪組織がこの川沿い、ね、特にミャンマー側とかあとラオスの方にもあったりするということで、かなりタイの、警察とか軍がね厳しく見てるはずです。で実際にメイサンに行った時にはね結構イミグレーションでも教えてもらったけど、やっぱり今は規制中で日本人はあんま入れたくないみたいな、危ないからやめろみたいなことも言われたし、実際に入れないんでね、そういう現状っていうのは分かってたんですけど、今回ちょっとどんな感じなのかっていうのを見に来ました。タイ側のこの三国国境はね普通に外国人の人たちもたくさん、特に欧米人の人たちとかいたし、ラオスに行ってねカジノやったりする人もいるとは思うんだけど、実際に今回渡ってみてね、向こう側に船で、動画内でも何度も言いましたけど、ほぼ中国ですよね。ラオスの面影がなくなってしまってる。タクシーですらもう中国式で、その支払うお金も中国元、あとカジノ場にいるのはほぼ中国人ということで、チャイナタウンも突然できてますし、
すごいなと思いましたね。皆さんもニュースとかでね見てる通りですね、こういう実態がどんどん最近明るみになってきてるということで、今は実際入れるんでね、普通に観光客として、見てきましたけど、なんか言葉をこう選んで喋るのは難しいですけど、現実を見たなっていう感じはします。前回に続き、今回、自己責任で私はこの今危ないと言われている、タイとミャンマーの国境とかこのメコン川沿いのそういったところ近づいて見てみましたけど、昔は普通にもっとね一般の人たちも来てて盛り上がってたと思いますが、こう三国国境ってね結構地政学的にいろいろトラブルがあったり、こういうねちょっとこじれると大変なことになるっていうのがよくあるお話みたいなんですけども、ミャンマーですね、特にねミャンマー、あとラオスが中国の支配が強いっていうので、なんかこの今ギリギリタイがこう守ってるような、なんか持ちこたえてるかのような感じもちょっとしますね。今回こんな感じで、ゴールデントライアングル、三国国境ですね、実際に行って、中国化しているラオスの街も、両方見れたということで、これで終わりたいと思います。次回はですね、こちらのホテルから、出発して、タイもね、出国して違う国に行きますので、その様子をお届けすることになっていると思います。引き続きよろしくお願いします。よろしければこの動画の感想をコメント欄に書いていただいて、高評価も、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。